夢のかけらゲット S 採用会議。じゃあスパルと申します。本日は夢のかけらゲット S のポケモンを採用すべきか、どんな人におすすめなのか、無課金初期勢のパル目線でいろんな視点から考察し紐解いていきたいと思います。まず今回はメインスキルの種や特別なポケモンに注目したお話をしたいなと思います。どうでしょう皆さん、メインスキルの種余っておりますでしょうか？もはや言わずもがななんですけれども、無課金はメインスキルの種があんまりゲットできないというところで、夢のかけらゲット S のポケモンを採用しようとなると、現在作中最高のスキルレベル8。ここまで上げるのがまず一番の障壁なんじゃないかなと思うんですよね。かけらゲットのポケモンたちは2進化の子がいないので、マルノームやルカリオであればメインスキルの種6つ、ヤミラミやホリデーピカチュウなら7つ必要になってくると。もちろんね、スキルレベルアップのサブスキルで節約することもできるんですけれども、とはいえ、種のドカ食いはほぼ必須となりますよね。今年から毎月メインスキルの種がスリープポイントで買えるようになったとはいえ、6個って半年よ。21,600スリープポイント。それをね、つぎ込む価値があるのかどうかっていうのは無課金は特に向き合わなきゃいけないポイントだなと思ってます。他にもね、もちろんメインスキルの種入手の機会はあるかと思うんですけれども、そもそもね、スリープポイントで1年12個全部交換するのも結構難易度高そうですしね。ってことで、ある意味、かけらゲットのポケモンを採用するってことは、他のメインスキルの採用を一時的に諦めるってことにもつながると思うんですよね。極端な言い方なんですけどね。で、メインスキルの種を積極的に使いたいポケモンって、やっぱまず最初に私は伝説のポケモンたちが思い浮かんだんですよね。幻のポケモンダークライも入れて、特別なポケモンたち、大体ね、スキルのポケモンとなっているわけなんですけれども、あとは強力なスキルっていうところで考えると、元気オールだとか、料理チャンス、料理パワーアップみたいな料理系のスキルだとかって、今はね、なってくると思うんですけど、クレセリア対ダークライイベントで、クレセリアとダークライ、一気に2体もスキルの強い特別なポケモンが来てしまったわけで、仮に両方育てようとしたら、10個欲しいじゃないですか、メインスキルの種。この10個とかけらゲットで6個、16個。終わりよ。ほぼ1年分終わりになっちゃうんだよね。伝説厳選がそう簡単に終わらないっていうのはその通りなんだけど、クレセリアって採用するのであれば、周りのエスパータイプのポケモンたちにもメインスキルの種を振ってあげたかったりとかするじゃないですか。ムシャーナならちょうどいいですし、もちろんね、単体でも起用できはするんだけど、特別なポケモンってどうしても周りのポケモン含めて考える必要もちょっとはあるよなと。で、ダークライは厳選が今のところ存在しないっていう新たなね、枠組みのポケモンなので、それはそれで採用しやすいのがいいところなんだけど、ダークライと夢のかけらゲットのポケモンだけ採用するとしても、メインスキルの種11個。育てられてね、年間でスキルのポケモンあともう1体とかになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。それこそね、あと料理パワーアップなんかはレベル8も来るんじゃないかなと思いますし、新フィールドが来た後とかにね。で、あと元気オールとか料理チャンスもレベル7来てもおかしくないかなと思ってて、やっぱね、指を振るが先にレベル7になっちゃったので、やってあげないと指を振るかわいそうなんじゃないかなというところまで考えて、かけらゲットのポケモンってやっぱりね、その伝説のポケモンとか強いメインスキルの採用を諦めてでも採用するみたいなところがやっぱりある気がちょっとするんですよね。あと、これは今のところの体感の話、私自身の経験の話でもあるんですけど、料理チャンスとか料理パワーアップみたいな料理系のスキルとも夢のかけらゲットのポケモンたちって別に相性良くないと思っていて、食材のポケモンじゃないので当然ではあるんですけど、それこそね、今週夢のかけらゲットウィーク、マルノームをフルで出しながら、料理チャンスと料理パワーアップをしつつ、食材も集めなきゃいけないのめっちゃむずいんですよ。当たり前すぎるんですけどね。準備もね、今回は料理固定であるわけではないので、ある程度分散して集めておかなくちゃいけないですし、スキル 1.25 倍があるから、なんとかやれなくもないかなと思ってますけど、やっぱね、ちゃんと難しいんですよね。そういう相性的な問題もかかってくると。で、昨年はライコウ、エンテ、スイ君3体の伝説のポケモンが来てくれましたし、今年もダークライの次に伝説のポケモン何かしらね、来たっておかしくはないだろうと。
で、まあ昨年の三聖獣たちは役割がほぼ一緒だった。みんなね、お手伝いブーストのポケモンだったので、2体以上育てる必要性って、まあかなり薄かったと思うんですよね。無課金なら特に。ただ今年のクレセリア・ダークライは、エスパーに特化した強さ、悪に特化した強さ、木の実の強さが目立つので、今後の特別なポケモンたちってそういうね、かなりタイプで尖った調整にしたいのかなっていう雰囲気も感じてます。なのでね、みんな育てたいんですよね。1体だけとかじゃなくて。まあそのために種とかけらが必要でどこにいつ使うかっていう話なんですけど、他にもね、デデンネみたいな環境に絶大な影響を与えてくるポケモンも突然出てくるかもしれないですし、そういう部分に対する備えみたいなものは、かけらゲットを採用するのであれば、しばらくはね、まあいろいろと覚悟しておかなきゃいけない部分もあるなと。まあ別に備える必要もないんですけどね。リソースはできる限りさっさと使った方が基本的には強いはずなので、そんな感じでね、まあ今出てきてる選択肢的には3つになるのかな。今回のお話で言うと大まかに3つ。かけらゲットも採用するし、伝説のポケモンたちも採用する。酔い越しの種は持たねえっていうノーガードなスタイル。まあ仮にですけどね。次は、かけらゲットを採用して、今いるポケモンたちを強化しつつ種を取っておくっていうスタイル。こっちは様子を見てから状況に合わせて動きやすい反面、リソースを抱えている時間がどうしても長くなっちゃうので、そこがちょっともったいないなっていうのがまあポイントになりますよね。で、最後は、夢のかけらゲットは採用しないで、現存の強いスキルにぶっ放していくっていうスタイル。まあどちらかというと、今エナジーを稼ぐことに重きを置くって感じになりますかね。まあそれこそ、デデンネと料理チャンスを2枚積んじゃうとか、伝説のポケモンをたくさん採用することを目指すとか、ねえ、そういった感じになるかなと思うんだけど、どれもいいよね。かけらゲットに関してはね、今採用してしまえば、来年は同じ悩みを持たなくて良くなるわけじゃないですか。まあ来年はね、スキルレベル9とか10にはなるかもなとは思うんですけど、1から育てる必要がなくなるので、メインスキルの種がかなり自由に動かしやすくなりそうだなと。で、今年頑張った分のリソースで来年のポケモンたちは育てやすいかもしれないと。まあちょっと未知数なところはかなりありますけどね。対して、今強いスキルにぶっ放していくっていうのもそれはそれですごいありだなと思っていて、スキルのポケモンってクレセリアとかミミッキュは置いておいて、レベルを上げなくても強い子が多いので、そもそも育成リソースをあんまり使わなくても育てられるっていう特徴があると思ってるんですよね。まあ基本的には種だけ必要と。で、かけらは高レベルの子たちにだけ回しながらエナジーをがっつり稼いでいって、今だったらリサーチランクをさっさと65にすることで再び年金生活を目指す。それによってかけらゲットとは違う形でかけらの獲得を目指していくっていう。これもね、めちゃくちゃいいよなぁと思うんだよね。タイミング的にもリサーチランクが解放された直後で、次の年金受給開始まで100万リサーチ EXP くらい稼がなきゃっていうタイミングでもあるし、土壌が整うまではあんまり手広くいかずに、今いるポケモンたちを強化する方向でやっていくと。無課金的にはね、すごい合ってるような気はするんだよね。まあで、その状況が整うくらいのタイミングで新フィールドとかも来そうな気もするしね。そういった風に、まあどっちにもね、大いに良さがあるから、非常に悩ましいんだけど、自分のプレイスタイル的にいろんなポケモンを育てたいなって思うんだったら、今ここでかけらゲットを採用するのもすごく楽しいと思うし、たまたま伝説厳選うまくいっちゃって、もうクレセリアもダークライも育てますとなったのであれば、かけらゲットは一回見送ってもいいと思うし、逆にこの2体をバチバチに育てるために、かけらゲットを採用してアメブーストぶん回しますとかね、それも面白いだろうし、本当にね、偶然の出会い一発で、方針が一変したりもするのがポケモンスリープというゲームだなぁと思っているので、そこはね、柔軟に対応しつつ、自分の遊びたい方針っていうのはなんとなく持っておくと、いろいろとね、決めていきやすくなるんじゃないかなって思いますね。あとはね、これまでも言っていることではあるんだけど、夢のかけらゲットのポケモンと特別なポケモン、伝説のポケモンたちの相性が良くないっていうのは正直あるかなと思ってるので、そこは覚えておいてほしいところではあるなという気がしてますね。まあうちのスイ君とマルノームの相性が良くないっていうだけの話ではあるんだけどクレセリアとムシャーナとかダークライとヤミラミならね相性いいと思うんだけどね、ちょっとマルノームとスイ君ね相性悪いんですよねお手伝いブーストがね噛み合わないんだよね、どうしてもねスキルのポケモン。一応ねマルノーム足遅いポケモンではあるから相性悪い中ではいい方なんだろうけど、本当にね一応まあ別に相性良くないよっていうね
で、あとは料理系のチームとも多分あんまり相性良くない気がするし、本当にね、木の実のポケモンたちとは相性いいのかな。レベルも60より先にどんどん上げていきたいしね。なので、マルノーム、おめえ木の実ポケモンと仲いいんかって感じだね。まあ、相性云々に関してはね、かけらウィークみたいなイベントの時以外は、週の途中とかから編成するポケモンではあると思うので、かけらゲットのポケモンたちって、そこまで気にしなくてもいいとも思うんだけど、やっぱね、かけらゲットのポケモンたちを活かすの、これまでのやり方と、またね、変えていかなきゃいけない部分ってかなりあるから、そこが本当に難しいんだよね。なのでやっぱかけらウィークはちょいちょいやってください。まあ、そんな感じでね、かけらゲットのポケモンたち採用するとメインスキルの種が6個ぐらい理不尽にも吹き飛びますので、特別なポケモンたちが育てにくくなるかもしれないし、なんならそもそも特別なポケモンたちと相性あんまり良くないかもしれないんですけど、木の実のポケモンたちとは相性良さそうな部分が大いにありそうなので、クレセリアとムシャーナ、ダークライとヤミラミがおすすめですよということで、一旦この動画締めようかなと思います。まあ今回はね、そういう結論を出そうみたいな話ではなかったんですけど、総合すると感情的にはそうなりそうだなという気がしますね。まあもっと突き詰めると、特別なポケモンたち、飴が手に入らないとかけらだけあってもしょうがないみたいになりそうな気はするよね。特にダークライとかはね。まあこんな感じでね、いろいろと夢のかけらゲット S について考えていって最終的に結論をまとめてみたいななんて思います。とりあえず今回はメインスキルの種がたくさん必要なので、特別なポケモンたちと一緒に採用すると種に余裕なさそうだぜって話と、種的にもかけら的にも木の実ポケモンと相性がいいんじゃないかというところで、また次回に続いていきたいと思います。いや、次はね、何の議題で考えていこうね。年間どれぐらい稼げそうかとか、活躍させてあげられるタイミングがどれくらいありそうかとかちょっと考えてみたいよね。その上でね、採用すれば、なんかポケモン何体分ぐらい育てられますみたいなところも見えてくると、ちょっとね、こう、採用にあたっての輪郭がはっきりしてきそうだよね。このために採用しますってバチッと言えそうな気もしてくるよね。まあ、ちょっとね、次回何になるかは謎なんですけれども、また色々と考えておきたいなと思います。ぜひね、皆さんからも色々と意見、感想、議題等々コメントいただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みになります。いつも本当にありがとうございます。それでは夢のかけらゲットウィーク、かけらが上振れることを祈っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。